はい、それでは今度は上の縁編みを編んでいこうと思います。どこから始まっても大丈夫です。で、さっき下のフリルの1段目と同じように、全く同じようにします。ここどこから始まっても大丈夫なので、このモチーフのこの角、右上の角のここの輪っかからいきましょうかね。はい、新しい糸を持ってきて、で糸をかけて引き出します。でもう一回かけてギュッとします。はい、ここで鎖を1目編んで、で同じ輪っかの中に細編みを1目します。はい、もうここからはフリルの1段目と同じです。まず鎖3目して、次の輪っかの中に入れて細編み、はい、で鎖3目して次の輪っかの中に細編み、はい、こういう感じです。これを繰り返してぐるっと一周編んでください。はい、ぐるっと一周編んできました。はい、最後のスペースに細編みをしたら、鎖3目して、で印のところに引き抜きです。はい、はい、これで縁編み1段目の完成です。はい、次2段目いきます。縁編みは2段で終わりです。まずこのまま鎖2目します。はい、でこの鎖2目目の右半目と裏山に印をします。はい、で、2段目は1周ぐるっと中長編みをしていきます。まずですね、ここの鎖3目あるところの下のスペースに中長編みを3目入れます。1回かけて引き出して、そのまま引き出す。はい、1、2、3、はい、で次はこの細編みですね、前段の細編みの頭に中長編みを1目、ここですね。はい、こうです。で次はスペースの中に中長編み3目、1、2、3、はい、で次は細編みの頭に中長編み1目、はい、このような感じです。はい、このスペースに中長編み3目で細編みのところに中長編み1目、これを繰り返して1周ぐるっと編んでください。はい、1周ぐるっと編んできました。最後のスペースのところに中長編みを3目入れたら、はい、最後はさっき裾をやったのと同じようにチェーンつなぎで、終わりたいと思います。一回糸を切って引き出して、でとじ針に入れて、はい、さっきと一緒ですけど、ここにですね、この3目目鎖、2目目ですね、すいません、2目目の上の2本を拾って、はい、はい、で元のところにまた入れて、はい、で裏で処理します。はい、で
で、最初のこの編み始めの糸も同じように処理しておいてください。はい、これで本体の完成です。あとは肩紐をつけたら終わりですね。はい、それでは最後に肩紐を編んで終わろうと思います。片方だけね、もう編んできました。で、編む前にですね、印をつけていこうと思います。まずこちら側が前ですね。このモチーフが7枚なので、前から見た時と後ろから見た時の模様の出方が違ってきますよね。で、前は、このように真ん中にこのはぎ目が出る感じにしてみました。紐をつける場所なんですけど、ここ2つありますね。で、外側に2つちょこっと見えてますけど、このはぎ目の、上のところにつけたいんですよね。で、まずこのモチーフ、こことここの間のここつないだところですね。後ろから見たらこう線があるので分かりやすいと思うんですけど、ここのつないだところの上にあるちょうど真ん中の長編み、ここに長編みが1、2、3あるんですよね。このつなぎ目ですね。で、そこの真ん中の長編みの頭に一応印をしておきます。で、この真ん中から1、2戻ったところの長編みの頭に印をします。で、さっき最初の印から1、2進んだところの長編み、ここにまた印をしておきます。これが中心なので、これはもう外しちゃっていいです。はい、こうですね。ここから始まって1、2、3、4、5目を拾うっていうことです。はい、で後ろなんですけど、これが前でくるっと後ろに返すと、はい、今度は模様の出方がさっきと違いますよね。真ん中に1つこうモチーフがある感じです。で、横に2つある感じです。で、これは、どこにつけたかというと、まずですね、この両端の四角、このモチーフのちょうど真ん中のところ、ここの丸いところがありますよね。ここから上にこう上がったところの、ここのスペースのところ、ちょうど真ん中のスペースのところです。ここの上の長編み、ここに印をします。そしてここから内側に、1、2、3、4、4ついったところにまた印をしています。これで1、2、3、4、5目ですね。はい、このように印をしておきます。はい、そして、編み始めは表側からいこうと思います。はい、新しい糸を持ってきて、さっき印をつけた表側の印をつけたところの右側ですね。右側からかぎ針を入れて、はい、で糸をかけて引き出します。でもう一回かけて引き出します。はい、ギュッとします。はい、ここからいきますね。鎖3目で立ち上がります。1、2、3で、鎖3目目の右半目と裏山に印をしておきます。はい、はい、で次は長編みをするんですけど、場所は次の長編みを1つ飛ばしてその次ですね。ここを1つ飛ばしてその次。はい、で鎖を1目して、さっきと同じところにもう一度長編みをします。はい、で最後はこの、左側にある印、こ
こに長編みをします。はい、こういう感じになりますね。こう V の字になってる感じです。はい、これで1段目の終わりですね。はい、2段目いきます。鎖3目で立ち上がり、はい、で今度は左半目と裏山に印をします。はい、で半時計回りにくるっと編み地を返してください。はい、で、次長編みなんですけど、このさっきのね V の字の真ん中、ここに鎖編みがありますよね。この下のスペースに長編みを入れます。ここですね。はい、でまた鎖を1つして、でさっきと同じところに長編み、はい、で最後は印のところに長編みです。はい、今2段できました。あとはこれの繰り返しです。もう1段やってみますね。鎖3目で立ち上がって、で左半目と裏山に印をつけて、でくるっと返して、でこの真ん中のスペースに長編み1目で、次は鎖を1目で、また同じところに長編み、はい、で最後は印のところに長編みです。はい、はい、今3段終わってこんな感じになっています。こう V が重なっているような模様になります。でですね、これは横が短いので、もしねこの印をねしなくても分かる人はしなくても大丈夫です。その方がスイスイ進んでいきますので、鎖3目目を拾うっていう風に覚えておけば大丈夫だと思います。はい、それでですね、あとはずっともうこれの繰り返しなんですけど、何段編むかっていうことなんですが、一応ですねある程度まで、長さ編んでみたら、一旦着てみて長さを決めた方がいいと思います。多分体型とかね身長によってだいぶここ変わってくると思うんですよね。でちなみに私は、すごいおちびちゃんなんで150センチぐらいしかないんで、ここね多分人より短いと思うんですよね。ちなみに私は34センチで21段にしました。で、測る時はちょっと伸ばし気味にして測った方がいいと思います。切ったらね絶対ここうちょっと伸びるので、まあちょっとある程度まで編んでみて着てみて決めてください。はい、今最後の段まで来ました。で最後は糸を切って引き出しておきます。はい、はい、でさっき印をつけたこの後ろの方のところですね、ここに、つなげていきます。これはですね中表に合わせます。こちらが表、こちらが表で、表同士をこのように合わせておきます。はい、で今から、かぎ針を使って細編みでつないでいく方法にします。はい、まず今編み終わったところの長編みの頭に入れます。はい、でもしこの肩紐が私奇数段で終わってるんですけど、偶数段で終わってる場合はこちら側に、最後の糸が来てると思います。それでも大丈夫です。で、後ろの方もですねこのさっきの印のところに入れます。はい、で新しい糸を持ってきて一回
かけて引き出します。でまたかけて引き出しで、同じところに今入れた同じところにもう一度入れて引き出して、ここで細編みをします。はい。で次の長編みですね。この次の長編みの頭に入れて、で後ろも次の長編みの頭ですね。ここですね。はい、ここに入れて引き出して細編みをします。はい。で次はここ鎖編みのところなので、もうこのスペースに側に入れてください。側に入れて、で後ろの方は長編みの頭ですね。はい。で細編み。はい。で次は次の長編みの頭に入れて、後ろも長編みの頭に入れて引き出して細編み。はい。で最後は、鎖の立ち上がりがここにあるので、1、2、3目目ですね。3目目に入れて、で最後の印のところに入れます。で引き出して細編み。はい。こういう感じですね。で糸を切って引き出します。はい、はい、今裏から見た感じはこういう感じで、表からはこういう感じになります。で、最後のこの切った糸をとじ針に入れて、はい、裏で処理してください。はい、あとこちらも2本ありますけど、これも同じように処理してください。はい、これでビュスチェの完成です。皆様お疲れ様でした。はい、出来上がった感じどうでしょうか。結構私的にもね、これは可愛くできたんじゃないかなって思います。着丈なんですけど、今測ったところ、この上からフリルの下まで44センチぐらいでした。だいたいですね、私が着たところウエストよりちょっと下ぐらいかなっていう感じになりました。はい。で、使った糸の量なんですけど、だいたい5個と半分ぐらいですかね。6個あったらまあ十分これだったら大丈夫なんですけど、この下の長さをもっと長くしたいっていう方は、結構このフリルの部分って糸を一番使うとこなんで、あと2個ぐらいはあった方がいいかもしれませんね。はい、今回はこちらのビスチェを編みましたが、いかがだったでしょうか。この動画が分かりやすかったとか参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。次回はキャミソールを編んでいこうと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。編み物って楽しいまゆでした。バイバーイ。